まあ、そもそも朝しか着られなかった、できなかったっていうのなんですから、いかに女性たちがね、苦労して、あの、暖かくしてあげようとか、あの、少しはこう柔らかくしてあげようとか、そういう思いで刺したんじゃないかなとは思っています。もう10年ぐらい前までは、私の母の時代はねってお話を教えてくれるおばあちゃんたちがまだいらしたんですよね。その頃で84、5歳になる方が私の母の時代はって言うんだから、まあそれなりの年代ですよね。で、その方も10歳になると習い始めたっていう話をして、母のそばでね、習ったんだよっていう話をしてましたので、ここの奥様がね、すごく応援してくれてて、いつも励ましてもらってたので、その奥様を大好きだったのでね、そばに置いて、毎日見ててちょうだいって言っておいでたの。ここに預けて安心しました、私。物も見たことなかったし、なんならだから先生は実のおばなわけなんですけど、が刺してても知らなかった刺してる間も知らなかったですね。たまたま2ヶ月くらい入院することになって、入院中ちょっと暇だなっていうので、入院前にちょっと習ってこうって言って刺し方を教わって持って入院したんですよ。でその入院中に刺して練習して退院した頃にはすっかりハマって、冬の農民の暮らしに直結するその家族の衣食住の衣を守る仕事なので、今みたいに模様集みたいな本とかがあるわけじゃなくて、だからなんか出かけた先で見かけて、これ知らないぞっていう模様を覚えて帰って刺すために、その人の後ろこうやってじーって見ながら歩いてついてったみたいな話聞いた時はめちゃくちゃ面白いと思いました。糸はまあ木綿糸なんですけれども、草木染めです全部。後のことをみんな忘れちゃうんですよね。でもカーってこうなる時もあるんですけど、そういう時はもう向かって刺すと穏やかになれて、とにかくね刺せることが面白かったです。生徒さんたちはね、みんなこう仲良くてね、和気あいあいとして、すごくこううわーって思うようなのを刺してくれるんですよ。基本刺しっていうのがあるんですけど、今日一人やってたんですけど、
もう6人ぐらい一斉に刺してたことがあって、同じ条件ですよね。なんて言うんでしょう、その課題を刺すときは。こういうふうに、こういうふうにって3つぐらい条件をつけて、皆さん刺し始めるんですけど、ほんとできてくるものはね、全く想像もしてないようなものが出てくるんです。で、6人いれば6人全部こう並べてみたときに、すごい反響があったんですね。同じのはずなのに、うわ、すんごいねって言って、もう、あれほど感動したことがなかったです。最初って刺してる間って模様出てこない、ただのこう線、それがずっとこう何段も刺して模様が見えてくると、それが一番面白い。あ、できてきた、予定通り、あ、本当になってきたな。でそれを刺してる時に周りの一緒に習ってる人たちが「あ、いいね」ってみんな言ってくれるので、それが楽しくて習いに行ってます。なんだろう、皮脂のきちっとした他のやつの中にここだけなんかちょっとガタガタした感じが。嫌だっていう。だから上下対象ですって。じゃあだから何も言わないでしょう。すごい、私ここで切ろうって思わないからすごい、そこで切って別の模様入れれるのすごいな。私も一つ買ったの預けられてある。見たら、あ、ひし刺しだってそう分かってくれる人が増えてほしいんですよ、実はね。ギリギリ技術が切れる直前で教わってつないできた先輩方がいて、今こうやって残ってるのすごくいろんなのが重なった結果、奇跡でもあるので、それをまだ私より下の世代ってあんまりいないんですけど、ここで切れないようにしなきゃなっていう風なのを、そういう歴史とか聞くとさらに思う感じです。あ、大きいタペストリーを作ってみたいです。やっぱタペストリー、その大きければ大きいだけ刺すのに時間もかかるし、デザインもこうすごく模様の個数とかも増えてくるので作るのも難しいから、もうなんだろう、何年って本当にかかりきりで頑張るぞっていう気力がないとできない作品だと思ってるので、なんで今こう細かいのすぐできるのとかやりがちなんですけど、なんで将来的には大きいタペストリー作って額に入れて飾るのが夢です。夢とか目標っていうのはこれを作りたいです。この昔のこのたっつけというものを再現できないものかなと思って、今このいろんな風に工夫して刺してみたり、ちょっとずつ勉強してます。なかなか思うようにいかないものです。